どうもこんにちは、ランパパでございます。今回はですね、実質7000円ほどで購入可能なスマートウォッチのご紹介でございます。紹介するのはですね、こちらですね、コスメットの H5 でございます。コスメットというブランドはですね、2016年に立ち上がったウォッチブランドで、お求めやすい価格のスマートウォッチ、これをね、開発しているブランドでございます。今回コスメットさんからご提供いただきまして、この H5 レビューの方をしていきたいと思います。では行ってみましょう。同梱物チェックします。まずは本体ですね。ついてバンドが2本入ってます。そして充電用のケーブルタイプ A と、こちらは専用の端子になってますね。長さは50センチほどあります。そして書類が2つ入ってますね。こちらは概要ですね。時計の概要。こちらは説明書ですね。すべて日本語で記載されています。同梱物は以上になります。はい、では早速ですね、開封をして電源入れてみました。特徴をね、3つほど話したいと思うんですけれども、まず1つがですね、これ見てもらえばわかると思うんですけれども、ものすごい明るいディスプレイですね。これですね、アモレットを使っています。アモレットというのは有機 EL ディスプレイの一種になります。高輝度でありながら省電力、それを実現しているディスプレイになります。一昔前はね、製造コストが高かったんですよね。なので、私がね、これ、今ね、普段使いしてるんですけれども、これ、スント7です。これにね、アモレット使われているんですけれども、これね、価格がですね、6万円ほど、定価で6万円ほどします。こういった、少しね、高めの時計にしか使われていなかったんですけれども、今はね、製造コストが低減されて、安い価格の時計にもね、採用されるようになりました。で、とうとうですね、このようなもう1万円を切るぐらいの、価格の時計にもね、採用できるようになったということですよね。で、特徴の2つ目としてはですね、やっぱり価格ですよね。公式サイトでは15,999円と、書かれているんですけれども、Amazon だと今、9,749円になっています。で、今ですね、クーポンが出ていて、1,500円割引で購入できるんですけれども、で、さらにですね、私のサイト限定で 10% オフクーポンも発行いただいています。なので、それを考慮すると、7,004円で購入することができます。かなり安いです。で、安いということなので、安かろう悪かろうっていう言葉もあったりしますけれども、機能の方どうなんだろうというふうに思って、私もね、ちょっと思っていたんですけれども、かなりですね、機能も豊富です。例を挙げると、まずランニングなどの運動記録の測定ですね。これもちろんできます。心拍も測れます。睡眠データの取得もできます。血圧も測れます。血中酸素濃度も測れます。で、天気もわかります。で、ミュージックアプリの操作もできます。カメラのリモートシャッターを押すこともできます。そして音声アシスタントも使えます。他にもね、いろいろあるんですけれども、こういった主だった機能が豊富に詰め込まれて7,000円前後で買えるっていうのはですね、めちゃめちゃお得感ありますよね。でですね、もう少しね、細かく見ていきたいと思うんですけれども、一応ですね、比較のために私がね、普段使っている、スポーツウォッチ、こちらスントバーティカルっていうですね、10万円するウォッチになっております。こちらもですね、心拍の測定とか、あと血中酸素濃度の測定なんかもできますので、比較対象として、こちらも使いながら、こちらのね、H5 の機能の方を見ていきたいと思います。はい、では時計の仕様の方を確認していきたいと思います。こちらのね、iPad あるので、こちらの方を見ながら確認していきたいと思いますけれども、まず画面サイズですね。画面サイズは1.43 インチになっています。そして、このディスプレイのタイプに関しては、先ほど触れた通りアモレットを使っていまして、
ガラスはパンダガラスを使っていますね。結構、ゴリラガラスと並ぶぐらいの、非常に硬いガラスを使っています。重量、これは 34g と非常に軽量です。で、防水性能は、1気圧、あと IP68 級の防水性能があります。なので汗や雨はもちろんなんですけれども、これをつけたまま水泳をするっていうこともですね、可能ですね。バッテリーの持ちはこのディスプレイの明るさにもよるんですけれども、だいたい1週間ほど持つと思っていただければいいかなと思います。私2週間弱使っているんですけれども、まだ1回しか充電をしていないので、だいたいそのくらいを目安にすればいいかなと思います。で、Bluetooth は 5.3 に対応していますので、スマホと連動した時の遅延も少ないですね。で、このバンドの幅は 22mm です。ここに金具があるんですけれども、スライドさせると取れますので、これでね、付け替えができます。普段使っているこの寸胴バーティカル、これもね、バンド幅 22mm なので、ちょっと付け替えてみたいと思います。はい、付け替えてみました。しっかりね、はまりました。取れないですね。このようにですね、ご自身で好みのバンドを買って、TPO に合わせてね、付け替えて楽しむっていうようなこともね、できます。はい、では簡単に仕様の方を見てきました。続いてね、機能の方を見ていきたいと思います。ではですね、機能の方について説明していきたいと思います。今ね、スマホアプリで DAFIT というねアプリがあるんですけれども、それとね連携させた状態です。この状態でね時計の方を使用することができます。じゃあまずね時計の方だけで説明をしていきます。ボタン2つあるんですけれども、上の方のボタンを押すとこのようにねメニュー画面が出てきます。でこのね丸の中の、いずれかを押すと機能がね起動するっていう感じなんですけれども、ちょっとねこれだと説明がしづらいので見方を変えます。このメニュービューというのがありますので、今ねグリッドビューというのになっているんですけれども、リストビューというものに変えます。そうするとねこうやってリストのように表示されるのでちょっと分かりやすいですよね。これで説明をしていきます。じゃあ上から順番に、はい、まずアクティビティですね。これは歩数とか消費カロリーとかそういったものが表示されるものですね。で、睡眠データ、ちょっとまだ使ってない、睡眠はねしてないのでデータはないんですけれども、睡眠データも取ることができます。そして心拍で、これね腕につけると心拍が測れるというものですね。で、電話は、受けることができるのかな、ちょっとわからないんですけど。で、運動はこのようにね歩くとかランニングとか自転車とかいろんなアクティビティから選択して記録を取ることができますね。で、運動記録、このように運動の記録を見ることができるものですね。で、血圧、これね血圧も取れるんですよね。で、あとは血中酸素も測ることができます。さっき測ったら99だったんですけれども、後でもう一回測ってみますね。そして天気、これはスマホにね連動させてると、スマホの位置情報を、使って現在の天気とか日の出日の入り、そのあたりの情報を見ることができると。メッセージ、メッセージのも受け取ることができますね。そしてカメラ、これはシャッターをリモートで押す機能ですね。こういった機能もあります。そしてミュージック、これはスマホの方の、音楽の再生機能を制御できるものですね。で、設定、これさっき使ったやつですね。見せ方も結構変えることできますね。明るさもこうやって変えることができて、今結構ね明るいので私低めにしています。で、明るい時間を5秒から30秒まで変えることができる。で、ダイヤルっていうのはウォッチフェイスですね。これを変えることができる。これも後でちょっとやって
ってみます。で、さっき見たメニュービューで、この明るい画面っていうのはね、このジェスチャーでこう時計を見た時にディスプレイをね明るくするかどうか、これをですねオンオフ化することができるようですね。はい。してバイブレーションですね、鳴って振動する。あとはサイレントモードや省電力モード、あとは電話、あと画面時計ちょっとね日本語が微妙なところが若干ありますけれども、はい。あとはシステムの再起動とかですね。あと音声アシスタントなんかも使えますね。で、さらにあって、でリラックスっていうのもあって、タイマーがあったり、アラームがあったり、ストップウォッチがあったり、カレンダーと整理カレンダーというものがありますね。あと携帯を探すっていうのもあります。と電卓、はい、このような機能がありますね。音声アシスタントを使ってみたいと思います。Apple Music を再生して、再生しましたね。Spotify を再生して、Spotify を再生して、すごいな題名まで言いました。ガチオさんのラジオを今再生しました。じゃあ音楽の方再生してみたいと思います。のにね、しっかりと連動してますね。再生してます。ストップしましたね。はい、ではですね、心拍数を測り比べていきたいと思います。こちらが H5 で、こちらがスントバーティカルです。でですね、測ってみましょう。今57、55、ほぼ同じ値ですね。はい、ということでね、心拍数測ったんですけれどもね、こちらね、10万円近くする時計なんですけれども、それとね、同じぐらいの性能をね、しっかり発揮するということがね、分かりましたね。すごいですね。血中酸素をね、測りたいと思います。H5 とスントバーティカルで測っているところです。はい、測りました。全く同じ値ですね。かなり高額な時計にも勝るとも劣らない性能ちゃんと持ってますね。すごいですねこれ。血圧の測定もやってみたいと思います。ちなみにスントバーティカルは血圧の測定機能ないので取り外しちゃいました。もう測れましたね。上が134、下が93ということですね。割と正常値なのかな。こうやって割と短時間で測ることができますね。はい、じゃあですね、スマホアプリの DAFIT についても見ていきたいと思います。まず起動すると、歩数とか睡眠、心拍、血圧、血中酸素、体重、このようなねデータがスマホのこちらの時計の方で測ったデータがね記録することができますね。記録したのが見ることができますね。で、左から2番目、これは運動の記録なんかを見ることができる画面ですね。メニューですね。で、時計の方には GPS が内蔵してないんですけれども、スマホの方とね連動させることで位置情報を記録しながら運動の記録取ることができます。これはね後で実践してみたいと思います。そして左から3番目、こちらが、ウォッチフェイスなんかを変更できる画面ですね。で、例えばこんな感じで変更してますね。かなりリアルタイムで変えることができる。さっき見てたのはこれですよね。はい。で、このダイヤルギャラリーっていうのにアクセスすると、もっとねたくさんのものから選べるということですね。こんだけあれば十分ですよね。はい。あとは通知の機能。これねどのアプリの通知を
時計の方に通知するかというところをね選べることができますね。これなかなかいいですよね。私の持ってるスントはこんな機能、ここまでの機能はないですね。スマホの通知バンバン送ってくるので、ちょっと減らしたいぐらいなんですけど。そしてスマートウォッチを探す。これね、これを押すとこのように、今ね時計の方が振動をして音が出ます。でアラームの設定もここからできるみたいですね。であとリモートシャッターで、ここで押すとほら写真が撮れました。で E カード、連絡先の設定でその他アップデートといった、機能があります。そしてあとはプロフィールの設定なんかができますね。じゃあですね、アクティビティの記録についてね話をしていきますけれども、この本体の下の方のボタンを押すとスポーツモードが選べるので、ここから始めることができるんですけれども、ここでランニングを押すとねもうすぐに始めることができます。でここで時計と時間とか歩数とかね、そういう、消費カロリー、心拍、距離測ることができるんですけど、時計自体には GPS 内蔵してないので、この距離はですね歩数を元にした距離、おおよその距離なんですよね。なのであまり正確ではないですよね。なのでスマホの方に GPS があるのであれば、スマホと連携して取得することをお勧めします。で使い方なんですけれども、ダーフィットを起動して運動の方にね、左から2番目のメニュー運動の方に行って、あとはねこの開始ボタンを押すだけですね。こうすると時計の方と連動して開始します。で一時停止ボタンを押すとこれも止まる。で続けるとまた開始するって感じですね。でこちらで、一時停止をするとこちらも止まりますし、再開するとこちらも再開すると、そういった感じですね。ということで、この機能をね使って実際に走ってみたいと思います。はい、おはようございます。今ですね5時40分ぐらいです。今からねランニングを始めていきます。こちらの H5 ランニングで使っていきたいと思います。でスマホの GPS と連動するためにこちらのねダーフィットのアプリからアクティビティをね開始していきます。じゃあ、開始していきましょう。じゃあ行きます。今日は神奈川県でも朝はね2度なのでめちゃめちゃ冷たいですちゃんとねジェスチャーに対応して盤面を見るとね時間がちゃんと表示されますね。はい、ということでランニング終了しました。ちょっとスマホの画面白飛びしてて見えないんですけれども、ちゃんとデータ取れましたので確認を家の方でね確認をしていきたいと思います。はい、おはようございます。今日はですねこちらチョコザップに来ています。これからねトレッドミルでランニングをしていきます。この H5 ね室内トレーニングのアクティビティを継続できますので、これでね、継続をしていきます。ということでね走ってきましたのでデータの方を確認してみたいと思います。距離はね 5.2 キロとちょっと短めでしたけど走ってきました。ちょっとあんまり細かいデータ見せられないんですけど、ね、走った記録が出てて、こうね遅い速いっていうのもね色で
見ることができますね。で、心拍も最低と最高がしっかりと出てて、これはねこちらの時計の方からねのデータですよね。ただちょっと気になるのが距離とか歩数が若干違うかなって感じはしますね。カメラ持って走ってたのでちょっと歩数の方はね腕振り小さかったんでちょっとカウントが少なかった可能性はありますね。距離の方はねちょっと差が出てますね。多分こっちはもう時計の値ですね。 2.7 キロ、多分1歩を1メートルとして換算していると思うんですけれども、実際にはこの 5.2 キロが正しいと思いますね。スマホに記録されるデータとウォッチ側のデータが差があるんですけれども、ちょっとねここは今後の改善点ですかね。はい、ではですね、室内ランニングトレッドミルで測った結果も見ていきます。20分ほど走って 2.31 キロ走ったという記録が残りました。歩数も取れてますし、心拍も取れてますね。トレッドミルの場合はその場を走るので、歩数でね走った距離を予測して記録するという形になりますね。実際のトレッドミルのベルトが動いた距離はねこのようになるんですけれども、少し差はありますけれども、まだスントバーティカルでも測った結果がこちらになるんですけれども、スントバーティカルの場合は腕振りのね幅とか、あと速度とかね、そういったものから走った距離を予測するんですけれども、これでもね実際のベルトの動いた距離とはね差が出ていますので、トレッドミルの場合はある程度差が出るっていうのは割り切るしかないかなと思います。はい、ということで今回はコスメットのスマートウォッチ H5 のご紹介でした。低価格帯のスマートウォッチということで、最初はねどうなんだろうと思っていたんですけれども、明るいしサクサク動くし機能も豊富ということでね、結構ね驚きの連続でした。コードは取れないのでトレランにはねちょっと向いてないと思うんですけれども、スマートウォッチ使ってみたいと思ってるけどあまりお金をかけたくないというようなね方の最初の1台としてはおすすめかなと思う1台でした。この時計が気になった方は概要欄に公式サイトと Amazon へのリンク貼っていますのでチェックしてみてください。また Amazon と公式サイト両方で使えるねクーポンコードも概要欄にリンク貼っていますので、もし購入される方はそのクーポンコードもね使用してみてください。はい、ということで本日の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また日々のランニングのログをストラバの方にアップしております。概要欄にストラバへのリンク貼っていますので、もしよろしければフォローの方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。